コロナ後の日本を語るコアトです。今回は FIRE の資産を運用する投資戦略について話します。私は1997年にオーストラリア国債を100万円分買ったのが初の金融投資でした。その後ネット証券が始まって株の取引をするようになってスカパがマザーズ上場した時に買い始めて一部に昇格した時に売って100万円ぐらいの利益が出た。2003年から留学したんですけど、これも投資、帰ってきて収入が増えて、仕事の質が変わったから元は取れた。留学費用は500万円で、帰国後3年間の収入が3000万円だから留学前の収入と比べたら2年間の機械費用を入れても3年で回収できた。そしてマンションを買ったんです。江東区の新築で、不動産屋に路上キャッチで、モデルルームを見たのが円で買った。15年住んで、コロナで、値上がりしたので売った。ローンで払った分は全て、返ってくるし、住宅ローン控除で節税できた。前に住んでいた団地を貸して、賃貸収入もあった。リーマンショックの後に株の取引を始めて、それも増えた。グローバルで英語の案件が増えて、IT コンサルの単価が上がった。海外旅行もした。それを書いて、出版した。コロナでファイヤーした時に、米国株を買って、金融緩和から金融引き締めに変わる時に売った。増えた資金で、外貨預金をして FX も始めた。110円台から今138円だけど、一時150円超えて利確した。米ドル以外の通貨も上がった。投資は分散が大事。資産のうち半分は円預金で、外貨預金が 20%、投信が10%、株が 10%、FX が 5%、ロボ運用が5% です。仮想通貨は5万円だけ買って、今2万円だけど勉強のために買っただけなんで、最初から当てにしていない。送り人になろうとは思わない。今の資産は減らずに生活できればいい。NISA で8銘柄に積み立てしていてEMAXIS が多い。積み立てはプラテンしたらこまめに利確する。10年間積み立て投資しているけどプラテンしなかった銘柄はない。マイナスになってもプラテンするのを待つ。1年で一番利益が良かったのは FX。 証拠金に対して、30% の利益が出た。110円から一時150円超えたから地合いが良かった。株は今5銘柄で、全て、プラテンしてる。配当も考えるけどプラテンキープを重視。下落してもそこからトレンドが変わりそうな時に増やす。下落した時の買い増し金はキープする。逆にイケイケムードの時は売る。
FX はいいね。下落時に利益が出るショートがあるから、それにスワップという金利もつく。先金決済取引というデリバーティブの一種。株も信用取引とか CFD とかあるけどやらない。金額が大きいから。現物だけ。FX は1000通貨単位でやる。FX は聞いたことはあるけどわからないという人が多い。外貨預金ですら、店頭で買ってる人が結構いるからね。ネットの方が手数料は安いし、便利なんだけど相談したいんでしょうね、きっと。店で相談してもネットに出ている情報以外はないんだけどね。店で外貨預金を買う人は FX はしないでしょう。次回は FX を聞いたことはあるがわからない人向けに FX はじめの一歩をやります。